To study this dialogue, you must enable closed captions and the script feature in YouTube. You can switch between Japanese and English translations. Misako meets with Tadashi Yono at the Aimpata Club to talk about the special CE project he wants her to join, and Mariting meets with Minegisi in the cafeteria to talk about her problems. Afterwards, she hears a rumor about Minegisi from Jitsukawa. 面識未練がある給料泥棒準備室うるさい時間に正確ですね。小野さんでいらっしゃいますか？ C プロジェクト準備室の小野忠です。どうぞ。いや、面識もないのに失礼だと思いましたが、来てくれてよかったな。いただいたメッセージは本当ですか？手応えのある仕事をお求めならきっと役に立ちますって。もちろんですよ。まあ今の部署に未練があるなら別ですけどね。私営業のアシスタント向いてないみたいです。向いてないんじゃありませんよ。あなたはあそこにはあの上司にはもったいない。峯岸さん、はい。キャラクターに合いませんよ、そういう振る舞いは。お腹空いてないんでしょ、仕事してないから。そうなんですよ、これが2日続いたら死んじゃう。うるさいんですよ、あの人。でもこのままじゃ給料泥棒になっちゃうな。田中さん、さっきご一緒だったのは前の部署の方？峯岸さんですか？あ、そうです。先輩です。あなたご存知？あの噂。噂？夏目さんは峯岸さんって方を死ぬほど恨んでるっていう噂。After work, Mariting meets with her new boss, Miss Natsume, for dinner and confesses her crush for the mysterious person she met at work, and she also brings up the rumor she heard about her and Minegisi. 特殊といえば特殊派閥詰問する一目惚れ気が合う恋敵類田中さん。はい。何でございましょう。仕事でございますか？今晩空いてるかなと思って。お箸お願い。どうも、慣れてないもので。秘書課には慣れた？慣れたいんでございますが。はい、すいません。まあ秘書課っていうのは特殊といえば特殊な部署だから。一課と二課が仲が悪いって本当ですか？
どうしてそう思うの？あそこは一家の縄張りだからご飯を食べに行けないとか聞きました。一家が事実上社長の秘書室で、私たちの二家は会長の秘書室だから、派閥みたいなものはないこともないんだけど、別に仲が悪いわけじゃないのよ。そうですよね。同じ会社の仲間なんだし。ねえ、あなた秘書課に来る前、最初に会った時ファイル室にいたわよね。あそこで何やってたの？別にあなたを質問するつもりはないのよ。ただ聞いておきたいだけ。実は一目惚れしちゃって。え？社内の人に一目惚れしちゃったんです。でも名前も所属もわからないので、何か手がかりが欲しくって。大胆ね。でももうファイル室で勝手なことしないでね。あなたはもう秘書課の人間なんだから。はい。ところで峯岸さんとは気が合うみたいね。秘書課に来てからも会ったの？はい。今日も社食で。そう。夏目さんは峯岸さんを恨んでるって本当ですか？誰に聞いたの？ごめんなさい。つまんないこと聞きました。忘れてください。ああ、まだそんな噂流してる人がいるの。私たちね、もう10年も前のことだけど恋敵だったの。恋敵？でも結局彼は峯岸さんを選んだの。その時は随分と辛かったわ。あなたも好きな人がいるんだったらわかるでしょ。その人とは5年越しのお付き合いだったの。でももう大昔のことよ。そんな類のことで恨んだり憎んだりするような年じゃなくなったのに。いやーね、噂って。夏目さん立派です。夏目さんは本当に優しくて素敵です。ありがとう。これからもよろしくね。何かあったら一番に相談される先輩になりたいわ。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。頑張ってね、仕事に恋に。はい。よし。Natsume confronts Jitsukawa about spreading rumors about her. She asks her to start giving Mat-eating more work. They exit to find a big fight in the office. 吹き込む。色恋沙汰。黒子。出しゃばる。よろしいでしょうか？結構よ。ご苦労様。おはようございます。おはよう。今日は気温が高いので会場には冷たいお茶の方がよろしいでしょうね。そうですね。ではそういたします。それからそろそろ田中さんにも仕事を覚えてもらわないといけませんね。はい、承知いたしました。実川さん。はい。あなたでしょ。田中さんに変なことを吹き込んだの。いえ。誤解しないでほしいの。私は色恋沙汰の恨みを10年も持ち続けるような人間じゃありません。はい。それに私がもし多少でも峯岸さんにこだわってるとしたら、それは仕事のことよ。生き方が違うっていうのかしら。峯岸さんは秘書を黒子か雑用係のようにしか考えない人だったから。
でもこう言っちゃなんだけど、今あの方は備品管理室にいるわけだし。はい、みんな夏目さんを目標にしています。私を目標にしたら秘書課は全員独身よ。でも私は夏目さんのようになりたいと思っております。ありがとう、光栄だわ。では会長に冷たいお茶を。一目惚れね。仕事手伝わせてください。なんで話しなさい。おやめなさい、もっともない。この人信じられません。出しゃばって。実会さん、仕事させてください。お願いします。できるわけないでしょ。できます。できない。大声を出さないで。だから室瀬さんがその書類の分類をしてファイルのナンバーを指定すれば田中さんにだってファイリングぐらいできるでしょうが。一人でやった方が早いです。室瀬さん、あなたも先輩なんですよ。はい、分かったわ。仕事がしたいのね。 Ono is having a meeting with Misako's boss to convince him to let her join the project. When asked about mod eating, Okano reports that the secretarial section is like a zoo. 働きかけ、段階、公、話を通す、引き止める、かっこつける、かっこをつける、どうもこうも。それは木村君自身がそういう希望を？いえ、全くのこちらからの働きかけです。プロジェクトはまだ準備の段階で公にはしておりませんが、まず直属の上司でいらっしゃる課長にお話を通すのが筋だと思いまして。そうですか。いや私も木村君には期待していたもんですから痛いなあ。彼女は女性初の管理職になれる人ですからね。プロジェクトのリストに上がってくるくらいの人ですからね。こちらも無理を承知で。課長が痛いとおっしゃるならこちらも諦めなくてはなりませんが。いや彼女がプロジェクトのスタッフを望んでるんでしたら無理に引き止めません。本人の成長のためです。ご理解いただけて助かります。ありがとうございました。いえこちらこそよろしくお願いいたします。こちらから無理を聞いていただくこともあるかもしれませんし。これは別に貸しを作ったとかそういう話ではなしに。では。失礼します。今の木村美佐子の上司じゃないですか。OK したんですか？ああ、厄介払いができたと思ってるくせにカッコつけてましたよね。ああいうのが多いんだよ。どうだった秘書課の田中麻理の方は？いや、どうもこうもあれは動物園の猿ですよ。猿？